ちっちゃい頃は全然元気はつらつではなく、なんかもう本当に小学校中学校はずっとなんか昼休みとかはなんかこう教室に引きこもってるようなタイプで、なんかなんだろう、中学とかはなんかこうクラスの男子がみんな昼休み外遊びに行く、サッカーしようぜサッカーしようぜみたいな感じで吸ってくるけど、まあ何と言われても僕は出ないみたいな。で中学3年の時にちゃんと覚えてるのが、それで昼休み1回だけサッカーしに出に行ったっていうそれ以外はずっと引きこもってた。それは何です？それで行こうってなった何だったかな。なんか多分受験とかも終わって本当卒業前最後とかそんぐらいのレベルで、まあ最後ぐらい1回混ざろうかなみたいなだから全然別に元気はつらつとかなくインドアなタイプで、中学だったらまあ部活でバレーボールやってたりとかしたんだけど、まあ大変だったよね。大変で、まあ小中ずっと家とかで何してたかって言えば、もう YouTube ずっと見てるし、ゲーム一生してるみたいな。だから小学校とかはポケモンを発売日当日に買ってその日中にクリアするみたいなのをずっとやってて、でもう小学生でも寝るのが夜中の2時とか言ってたそうだから、めっちゃインドアだよね。ゲームして YouTube 見て外出ないね。なんていうの、5人家族と1匹1匹で、父親と母親と次男と長男で、僕は末っ子で犬がいる。次男と4歳差で長男と5歳差、9歳差、だから4個で、まあ多分母親は結構自由奔放ではないか。でもまあ昔は僕みたいに大学生の頃は日本の都道府県めっちゃ回って、もうなんか全部行ったみたいな、車でっていう感じで、なんかめっちゃもう自由はつらつ、なんかやりたいことやるみたいな、やりたいことやるならもうやらせてあげようみたいな感じ。父親はなんだろうね、なんか真面目、落ち着いてるとか、そんな感じかな。今は共働きで、でも昔は母親は専業主婦みたいな感じでずっと家にいて、で子供、まあ僕らがまあ大人になったっていうか、別に家に母親がいなくても大丈夫みたいなぐらいの年齢、いつだったかな、高校生中学生か、まあ中学生ぐらいから、まあ母親はもともとなんか仕事が好きだから、まあ仕事やりたいっつって仕事をやり始めたね。中学まで最悪だったんじゃないかなっていうぐらいで。それは具体的に毎日喧嘩してたよね物を投げるしお互いでもたまになんか一緒に遊んだりとかしてたけど、それまではなんか別にあんま喧嘩ばっかみたいな感じで、まあ、僕は高校入ったぐらいからやっとなんかお互い話せるようになってそれはなんかきっかけがあったのか。思春期が終わって、なんかなんだろう、相手を思いやることができるようになったかな。なんかケーキがあってどっちが大きいかみたいな、でまだ小さい子だったら多分大きい方を取るんだろうけど、僕は多分今の僕でも多分高校の時も僕も、まあ多分相手は大きいの食べたいだろうから僕小さいのでいいやみたいな、そう譲るような考えができるようになったかなみたいな。経営グローバルマーケティング、国際戦略みたいなのを学んでて、うちの学部自体は結構そのリベラルアーツって言って、こういろんな学問をこうつまんで学べるみたいな、でそこから自分の興味を持った分野をこう勉強しようみたいな学部で、
から学部自体はもう本当にいろんな学問が学べる場所で、僕がそれを選んだ理由としては選択肢をこう広げておくことはすごい大事だと思ってて、なんか今あるこっからここまでの選択肢よりは、こっからここまであった方が可能性は広がるし、可能性は広がるというふうに思ってて、でじゃあここからここまでしかないのをここまで広げるにはどうしたらいいかって考えた時に、やっぱそれは僕は知るしかないと思ってたのね。何かを知る、勉強するとか、そういうのもあって、自分は今のこの選択肢では自分は何をやりたいか分かってないから、この選択肢を広げられて、なおかつその中で面白いって思えるものに出会えたら、それを自分がやればいいよっていうふうに。小さい頃とその内気さは変わってないなみたいな、全然変わってないと思ってて、ずっと内気なままではあるんだけど、でも僕はそうだね、僕はそれもその自分の魅力の一つだと思ってて、多分それに気づいたのが多分大学だよね。自分は自分でいいみたいな。大学多分2年の始まりとか中旬ぐらいだったんだけど、同じサークルにいた子が笑顔いいねって言ってくれて、でそっから意外とみんな僕の笑顔いいっていうふうに思ってくれてるんだなっていうのを気づいて、そこからずっと自分の笑顔に関しては誇りに思うじゃないけど、なんか自信を持てる部分になったかな。周りから同じサークルメンバーとか笑顔いいねって言ってくれるようになって自信を持てたのもあるし、なんか自分が笑顔でいる時がすごい楽しいなとか、幸せだなっていうふうに感じることに気づいて、それでじゃあ自分が笑顔でいれば自分も幸せだし、相手もなんか気持ちよくさせることできるなっていうふうに思って、そこからもうじゃあ笑顔でいた方が全然いいじゃんっていうふうに。でそれでそういうのもきっかけで、旅中はもう基本なんていうんだろう、別に作り笑顔でとかではないんだけども、もう笑顔でずっといるようにはなったかな。カナダに留学に行くことを決めて、それでカナダに初海外で行って留学してきた感じだね。やっぱり、初めての海外だったっていうのもあって、留学の魅力としてやっぱいろんな友達に出会えるっていうのがあって、国際色豊かでそういった友達で本当に素敵な友達に出会えて、なんだろう、今までそんなに友達がいたわけではないから、仲いい友達がからこんなに素晴らしい友達に会えて、もうすごい幸せで、留学終わったぐらいにはもう一回会いたいみたいな、もう一回会うぞって決めて、でそれがもうこの旅につながってたりとかもするんだけれども、それが僕が初めて留学をした時の魅力の一つで、僕が初めて海外に行った時の魅力っていうのはやっぱりきっかけがあったわけだね。初めて留学に行くっていうきっかけで海外に行って、でせっかくだからちょっと留学先来る前もってちょっと自分で旅行してみようかなとか思って20キロのスーツケース持って一人でトロントとかモントリオールとか旅行したりとかして、自分って意外と自分って意外とどんな環境でも楽しめるし、海外だとちょっとアクティブになれるなとか、そういうのを気づいて、めちゃめちゃ一人だし20キロスーツケースあるけどもめっちゃ楽しめて、でそっから海外がいいなって思ったのか、一人でも旅行できるんだってことに気づいて、
で留学中に友達がいるのにもかかわらずテスト前に一人で勝手に旅行行ったりとかもして留学をきっかけに一人で旅行行って、でそれで自分は一人でも楽しめる、一人でも旅行できるってことに気づいたかな。旅とか関係なく人生ってこう自由でいいんだなっていうふうに思って、で、なんでそういうことを思ったかっていうと、こうやっぱ6ヶ月ぐらい旅してるとなんか別に毎日観光地行くわけでもないし、なんかたまにはこう宿で人と話したりとか、公園行ってボケーっとしたりとか、本読んだりとか、そういう日もあって、別に毎日が観光地に行くっていう日々でもなく、でなんか別にそういうことをしてる、例えば観光地に行ってない自分が嫌だとかそういうことを全然思ってなくて、なんか朝起きて今日はもうちょっと寝てたいなって思ったらもうちょい寝るし、今日はちょっと自然と触れたいなって思ったら公園に行くし、今日はちょっとなんだろうな、美味しいご飯が食べたいとか思ったらご飯食べるし、なんだろうね、なんか観光地行こうってなんかエネルギッシュだっていう時は観光地行ったり山登ったりするし、やっぱりこの毎日毎朝自分の心に従ってこう生きるっていうのはこうすごい自分にとってこう自由でいいんだっていうこう価値観を作らせてくれたきっかけでもあるかなっていうふうには思うかな。自分がこう毎日過ごす中でなんとかしなきゃ、観光地行かなきゃ、ここ行かなきゃ、これ食べなきゃみたいな、そういうのがなんかこうどんどん勝手に外れてって、なんか別に今日はいいやみたいな、今日もいいやみたいな、やっぱこの宿でずっといようとか、なんかこう旅をしてるうちに長く旅してるからだと思うけど、これ別に今しなくてもいいなとか、またすればいいやとか、またここに来ればいいやっていうふうに思えるようになって、やっぱ僕が決めてることはもう人生幸せでいること、笑顔でいること、これをもう人生の目標に掲げてて、絶対人生は幸せでいるっていうのは決めてて、で自分の考えとして、なんだろう、人生幸せってこうなんか大きい出来事がこうあったらいいのかとか、こう死ぬ時だけ幸せだったらいいなとか、なんか死ぬ時にこう人生を振り返って幸せだったなって思える人生で、やっぱ僕的にはこう毎日なんか幸せだなって思えることがあったりとか、幸せだなって自分が感じれたらいいなっていうふうに思ってて、だからこそ、どんな些細なことでも幸せだったりとかありがたみ、感謝を忘れないように、生きようとしてるね。で、幸せでいること、笑顔でいること、これが人生の目標で、最近はやっぱ健康じゃないとやっぱ人生幸せじゃないなとか思ったりもして、健康に気を使ったりとか、から、今後、どういうふうに生きていきたいかっていうと、こう別になんだろうな、なんかちょっと一日のどっかでゆっくりできる時間があったらいいなとか、こう毎朝起きて紅茶を、コーヒーじゃなくて紅茶をなんかゆっくり飲む時間があったらいいなとか、なんか毎朝起きてなんか自然って緑があったらいいなとか、そういう毎日些細なことでもいいからなんか落ち着ける時間だったりとか、こう自然と触れられる時間がいいな、そういう人生を送りたいなっていうふうに思うかな。
やっぱり幸せの形はたくさんあると思ってて、なんかこれをしないと幸せじゃないとかそういうのは絶対ないと思ってて、それこそ家族を守れれば幸せっていう人もいるだろうけど、だからこそ自分の中で考える幸せの形の一つとしてやっぱ笑顔は絶対あるかなと思ってて、なんかやっぱり自分が一番大きいのは自分が笑顔でいる時が自分が幸せだっていうことに気づけたこと、それでいて相手も自分が笑顔だとずっと心地よかったりとか、ちょっと嬉しい気持ちになったりとか、そういう感情になってくれるっていうことを知れたからこそ、自分にとって笑顔でいることは自分も幸せになるし他人も幸せにできるっていうなんていうのね、ウィンウィンみたいな関係状態になれるからこそ、笑顔は絶対自分の中で幸せの形の一つだというふうに思う。ちょっと最後です。最後で、このインタビューのチャンネルは本当にいろんな人、いろんな生き方を、インタビューして、でその人の生き方っていうのをインタビューを通して探っていくっていうチャンネルなんですけど、ちょっとそういう今見てる視聴者の方に対して短くてもいいのでなんかメッセージなんかこれまでの経験とか、笑顔でいることで自分の人生すごい豊かになったし幸せになりました。今見てる視聴者も自分の笑顔を見て少し嬉しいな、気持ちいいなっていうふうに思ってくれたら嬉しいです。自分の中でこれしてる時幸せだなとか、こういう時幸せだな、何してる時幸せだなっていうふうにちょっと考えてみて、それでちょっとやりたいこととか、こういうことをしてる時が幸せだなっていうふうな、そういった気づきがあったら嬉しいなっていうふうに思います。そしてなんか今やりたいことがわからないとか、なんかどういう仕事をやりたいとかわからない、何がやりたいのかわかんないっていう人もいると思うんですけど、なんかやりたいなって思ったら全部やってみるのが僕はいいと思います。僕は初めて海外に行って初めてちゃんとした旅行、一人で旅行とか行って、それでこれすごい楽しいじゃん、なんかもっとやってみたいなって思って初めて海外行ったその日のちょうど1年後に世界一周し始めました。それでいて今はもうすごい楽しくて仕方ないです。自分の今見えてる選択肢をちょっと広げる努力をしてみて、その中でちょっとでもいいなって思ったらやってみるのが僕はいいと思います。僕のこの笑顔とこのインタビューで皆さんの人生や考えがちょこっとでも変わったら僕は嬉しいです。はい、ありがとうございました。